こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は寝室に趣味のものが大量に溢れたお宅のお片付けビフォーアフター事例についてご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回お伺いしたのは 3LDK のお住まいに高校生の娘さんと3人家族でお住まいのお宅です。リビング横の洋室をペット専用部屋、そして南道ご家族のファミリークローゼットとしてお使いのため、リビングと個室2部屋が居住スペースとなっているこちらのお宅。もともとは主寝室に3台ベッドを並べて、ご家族全員の寝室としてお使いだったそうですが、娘さんが一人で寝たいと希望されたため、今年の初めにママのアトリエとしてお使いだった洋室にベッドを移動して子供部屋にされたそうです。ですが、移動させたママの趣味のものが寝室に溢れた状態で、さらに子供部屋のクローゼットにもまだ一部趣味のものが残っているため、それも移動して寝室の一角をアトリエとして使えるようにしたいとご希望でした。こちらが今回メインで片付けたいとご希望の寝室です。手前側にご夫婦のベッドが2台置かれていて、奥にクローゼットがある間取りでしたが、ベッド横の通路にも大量に物が置かれて通路が塞がれてしまい、奥のクローゼットまでたどり着くのも一苦労という状態になってしまっています。通路には本来デスクに置いて使えるようにしたいロックミシンや、かさばる工具類のほか、かなり大きい箱に入ったひな人形や、ママの趣味のコレクション品などが場所を取ってしまっています。こちらは寝室の奥のもともと娘さんのベッドがあったスペースです。ここにはデスクが3台分置かれていましたが、どれも上に趣味のものが大量に置かれ、作業ができない状態になってしまっています。ちなみにデスクは一番奥に棚がついたタイプの白いデスク。その手前に奥行きが深めで作業がしやすいサイズのデスク。そして一番手前に折りたたみ式のデスクが置かれています。またデスクの奥にはチェストも2台置かれていましたが、中身は使っていないものも多いそうで、チェストは使わなければ処分してもいいとのことでした。続いてこちらは寝室のクローゼットです。奥行きも深めで大容量の収納スペースとなっていましたが、ママがコレクションとして集めているおもちゃの箱が大量に置かれていて、かなりスペースを圧迫しているご様子でした。箱は中身が入っているものもあるそうですが、箱から出したおもちゃが寝室の床などにも多数置かれていて、こちらはペアになる箱に入れてコレクションとして収納しておきたいとご希望でした。また、思い出品も量が多く、ご家族のアルバムや、昔使っていたランドセル、結婚式の思い出品などもかなりたくさん収納されています。ちなみに、クローゼットの中のチェストは、ママの着物が収納されていましたが、一部見直したら処分できるものもありそうとのことでした。続いて、こちらはクローゼットの左側にある物入れです。ここにはママが趣味の洋裁で作った思い出の子供服がハンガー掛けされているほか、ここにもママのコレクションのおもちゃや思い出品が多数収納されています。そしてこちらは子供部屋のクローゼットです。クローゼットの中にはスチールラックが置かれていて、そこにはママの趣味のスクラップブッキングの材料や作品が収められたアルバムが多数収納されていて、こちらは子供部屋から移動して寝室のアトリエスペースに収納したいとご希望でした。ちなみにスクラップブッキングの道具の下には趣味関係の本も収納されていて、こちらも寝室に移動させる必要がありました。なお、このクローゼットの手前のスペースにはお子さんが以前使っていた教科書が段ボールに入った状態で多数置かれていて、こちらも子供部屋のクローゼットに収納できるようにしたいとご希望でした。このような状況を踏まえて、溢れた趣味のものを収納にしっかり収めつつ、寝室の一角をママのアトリエとして使える空間にすることを目指して作業をスタートしました。では、早速作業をスタートします。まずは寝室と娘さんのクローゼットにあるものをリビングに全部出ししていきます。
もうとりあえず元旦にはい娘が寝れるようにベッドだけはいはい移動したっきりなんで、はいもう主人ととりあえず寝れなきゃ困るでしょうって言って。それから早5ヶ月。そうですそうですいい感じにカオスになってまいりました。はい、もう気が遠くなってきますよ。子供の写真とかも途中までで終わってるともうやる気はいはい出ないですよね。はい。変なところで完璧主義なところが出ちゃうみたいな感じですか。やるとなったらこう完璧にやらないとダメだけど、でももうやらないってなったらもうドーンみたいな。そうデジタルで撮ってるんだったらいいかなみたいな。まだありますか？まだ右下のあたりに結構あるのと、あと奥のチェストの中とか、はい、あと左のクローゼットまだ1個も出てないです。足の踏み場がない。もちろんまあ少ないと思ってたわけではないと思うんですけど思った以上にあるみたいな。いやーもう置けないです。ある程度物を出したら、今度はアトリエにしたいスペースに置く家具の配置を決めていきます。で作業用のテーブル、最終的にはもしかしたら買い替えされるかもしれないですけど、はい、今あるもので、どちらをよりその優先的に使いたいかでいうと、作業スペースが広いでいくとやっぱこっちなんですかね。あとその2つはいらないです。はい。で、処分できればベストなんですけど、結構細かいものがあったと思うんですよね。で、今3つある状態で、これは多分残ると思うんですけど、全部をなくした時に入りきるかどうかっていうのがやや怪しいなっていう気はしていて、ちょっと2個とも残すのはちょっとその壁面積というかその配置的に厳しいかなって気はしてるんですけど、デスク1、チェスト1ぐらい。でもこれってこっち側にもつけられますよね。ってなれば別にここでもよくて、ここに何でしたっけ、ひな人形入らないですかね、ギリ。なんか幅が足りないかな。ちょっと測ってみましょうかね。はい。入んなそう。75の48ぐらいあるんで、ちょっとさすがにあそこには入んないですね。やっぱり茶色の下でしたね。はい、そうですね。置くとしたらですね。で、これをどうしても必要な時だけ開ければいいっていうふうにするんだとしたら、ここにこれを置くと、収納力としてはできるんですよね。そうですね。コロコロ。はい。なんだっけ、無印の。はいはい。台車みたいなやつで。あれ買います。そしたら。はい。こういうイメージですよね。すごい。そしたらなんかこうコックピット的な感じで、寝るスペースともちょっとその遮断されるっていうか。そういうのやりたかった。だからこれはちょっと1個分は収納力としては諦めなきゃいけないですけど。でもなんかいらないの結構ありそうですよね。この糸掛けを飾りたいっていうのが一番。糸掛け。これ。それどこに飾りたいイメージですか？なんか裁縫のすぐ取り出しやすい。一持ちで譲ってもらったんです。憧れ。ということで、午後の作業もスタート。午後は大量にあるママのものを収納する作業をひたすら行っていきます。クローゼットの右側にあるスチールラックに、娘さんのお部屋に残されていたスクラップブッキングの作品を収納するために、まずは棚板の高さを調節していきます。
上から2段目も作品作りに使う材料を収納するために、同じように棚板の高さを調節して収納していきます。そして右側に置いた棚にも娘さんのお部屋にあったママの本を収納していきました。じゃあコレクション行きましょうか。で、まずちょっと大きな箱物からやっつけちゃいたいなと思ってるんですけど、ご相談としてはクローゼットの中の衣装ケースの、奥行きって結構浅いじゃないですか。なので、その衣装ケースの後ろ側のところにもしそのボックスのやつとかを積んでも OK であれば、スペースとして結構生まれるなと思っていて。コレクションやハンドメイド関係の道具を一通り収納したら、クローゼットの左側にある物入れの奥に思い出関係のものを配置してきました。ここで残り時間も1時間を切り、いよいよラストスパートに突入します。なので最後やるところとしては、ちょっと娘さんのお部屋の棚がまだ全然詰められてないので、そこを入れていくのと、もうしまいましょう。そうですね。この辺のそのまだこれからゆっくりのものは何かしらの入れ物にこう一回まとめといていただいて、そして最後にママのものを移動して空いた娘さんの部屋のクローゼットに、娘さんの古い教科書類や思い出のものなどを配置して一通り収納作業は終了。こちらはこの日処分することにしたものたちです。今回は趣味のものが大半だったため、捨てられるものはそれほど多くはありませんでしたが、今回時間の都合で作業できなかったチェストの中身も今後見直していくと、もっと不要品が出てくるのではないかと思います。ということで、トータル約4時間20分ほどの作業でこの日のお片付けは終了。では早速今回のビフォーアフターをご覧ください。まずは寝室全体のビフォーアフターです。大量に床置きされていたものがなくなり、すっきり片付いた状態に大変身。ベッド横の通路も物で塞がれていて奥に行けない状態でしたが、ここにあったものがすっかりなくなり、お部屋の奥にアクセスしやすい状態に改善できました。続いてこちらは寝室奥のスペースです。表に出ていたものを収納して、デスクやチェストも家具を絞ったら、すぐにでも趣味の作業ができそうなアトリエスペースが誕生しました。ベッド横の通路に置かれていたロックミシンも、しっかりデスクの上に置くことができて、もう一台あったミシンもその横に配置できました。さらにミシンの奥にはママが気に入っている糸掛けも配置できて、気分が上がる作業スペースにできました。物が雑然と置かれていて、有効活用できていなかった棚付きのデスクも、趣味の道具が入った引き出しや、作業用の道具、よく使うという CD プレイヤーを配置。デスク下の棚の部分にも趣味のパーツ類や本などを収納しました。その手前のスペースにはかさばる工具類を配置しましたが、今は手前についている筋交いは反対側に付け替えることもできるようなので、こちらは後日お客様に付け替えをしていただければ、さらに出し入れがしやすくなると思います。さらにうまく活用できていなかったチェストは、2台あったものを1台に絞り、取り出しやすい手前側に配置。チェストの上には使用頻度の高いラミネーターや裁縫道具を配置しました。置き場所に困っていたひな人形の大きい箱は、作業用のデスクの下に配置して、箱の上に布団用の掃除機なども配置しました。続いては寝室のクローゼットです。こちらはママのコレクション品や趣味のスクラップブッキングの道具を置くスペースとしてフル活用。大量にあったおもちゃのコレクションの箱は、チェストをギリギリまで前に出し、その裏側のデッドスペースを使って可能な限り積み重ねることでなんとか収めることができました。娘さんのお部屋のクローゼットに大量に残っていたスクラップブッキングの道具は、寝室のクローゼットの奥にあったスチールラックにすべて集約。
棚板の高さもスクラップブッキングの作品や道具の高さに合わせて調節したことで、すっきり収めることができました。その上下のスペースにもスクラップブッキングの材料やママの細々した雑貨類をボックスを活用しながら重ねて収納しています。また、デスクの上に横置きしていた本棚は、縦向きに置き換えてママの趣味の本の収納として再利用しています。そしてこちらは寝室の物入れです。こちらは思い出品の収納コーナーとして役割を整理。もともと思い出品は一部右側のクローゼットの中にも混在していましたが、それを物入れの奥側のスペースもフル活用してぎゅっと凝縮して収納することで、右側は趣味のもの、左側は思い出品という役割に仕切り直して、わかりやすく収納できました。そして最後は娘さんのお部屋のクローゼットです。ここにあったママのものはすべて寝室に移動して、娘さんのものだけを収納。収まりきらず床置きになっていた娘さんの古い教科書類も、ママの本が入っていた下段の本棚にすっきり収納。その上のスペースには娘さんの思い出品や雑貨などが収納されていますが、まだスペースに少し空きがあるので、収納の外に出てしまっていた娘さんのものも収納できるゆとりができました。では、今回のお片付けのポイントについてもご紹介します。今回のポイントは、今ある空間を無駄なくフル活用するということです。今回のお宅では、寝室にあったのがほぼ趣味のものだったため、減らせるものがかなり少なそうな状況でした。そのため、家具の配置を工夫しながら、かさばるコレクション品を置けるスペースをなんとかひねり出して、寝室の床置きをなくしました。また、スチールラックも棚板の高さを調節して、無駄なく収納できるようにしたり、横置きになっていた棚を縦に置き換えて、クローゼットのデッドスペースに本が収納できるように工夫しました。スペースが限られるものの、なかなか減らせるものがないという方は、まずは今あるスペースを最大限活用できる方法がないか考えてみましょう。では、最後にお客様からいただいたご感想も紹介します。娘の部屋を作るにあたり、部屋数の都合上、寝室と趣味収納、作業スペースが一緒になる今回の片付けをお願いしました。すべて出して一箇所に集めて仕分ける作業にギブアップしそうな時が何度もありましたが、七尾先生が合間合間にモチベーションが上がりそうな配置のシミュレーションを見せてくださったり、ねぎらいの声をかけてくれて、最後までやりきることができました。荷物を自分たちで移動させて5ヶ月間向き合う時間がありませんでしたが、1日で歩ける、すぐにでも作業できる素敵な部屋に仕上がり、家族ともども大満足しております。主人と娘も帰宅後に寝室奥まで歩けると散策していました。娘のベッドと入れ替えするだけでも大変だったのに、短い時間でよく片付いたねと感心していました。七尾先生が帰られた後も小さい塊ごとに取捨選択しています。これからさらに素敵なアトリエを目指してブラッシュアップしていきたいと思います。ありがとうございました。寝室が片付いてご家族も喜んでくださったとのこと、私もとても嬉しいです。いかがでしたか？物だらけだった寝室が作業しやすいアトリエに生まれ変わりましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。